皆さんこんにちは。コーラプロダクションのバミと言います。よろしくお願いいたします。さあ、HDR 動画の作り方ということで、第1回目が概要であったりとか、正しい HDR 動画の理解みたいなところの話をしました。2回のね、今回は撮影編ということで、どういったところに注意をして、撮影をしたら、ミスなく HDR 動画が撮れるのかというところの話をしたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、早速なんですけど、ちょっと一つホームページをね、見ていただきたいなと思います。映像さんの、公式のね、ページから紹介したいなと思うんですが、こちらですね。はい。はい、こちらですね。よくわかる HDR 動画のね、徹底比較ということなんですけど、HDR 動画っていうのは SDR、今までのね、スタンダードダイナミックレンジと比べて、どう違うのかっていうことをわかりやすく説明してくれています。高画質っていうものを叶える5つの要素っていうのがあるんですね。それがね、解像度とか、ビット振動、フレームレート、色域、そして輝度っていうものがあるんですよね。その中でもこの HDR っていうのは5つ目の輝度、ここの部分をかなりグッと引き上げてくれるよということがわかりますと。で、前回の動画で HDR 動画っていうのは鮮やかで明るいというね、この2つの話をしたと思います。ですので、ちょっと今回はこの1、2、3は一旦置いておいて、っていうのもここは正直 SDR と変わらないので、HDR ならではの話ということで、この色域と輝度のところ、ここを理解した上で、撮影にどういう風に転換していくべきなのかっていうところの話をしていきたいと思います。まずは色域ですね。はい、こちらを見てください。色域イコール色彩の鮮やかさということなんですけれども、グラフというかね、なんか表みたいなのがありますよね。これを見ていただきますと、このピンクのところ、ここが、BT709 という、これまでのね、レック方式、レック709なんて言い方をしますけれども、なんですね。で、この709、これまでの、やり方では、このピンクの中の色合いしか表現ができないというところ、これを、2020ですね。この形にすればぐっとこの紫のところまで引き上げられるということなんですよ。で、HDR っていうのはここまでを表現をしっかりとしてくれるということなんですね。で、注目すべきはですね、この色のですね、どこの部分がぐっと引き上がっているのかっていうところに注目してほしいんですよね。で、このブルーの部分っていうのは実はあまり変わりないんですよ。なんとなくわかりますか？ですが、赤の部分、そしてさらに緑の部分なんかで言うとめっちゃ色域が広がってますよね。ここを注目してほしいと思います。これはですね、HDR 動画を撮るときにより色鮮やかに、もっと見るのは青色よりも赤色、さらには緑がめちゃくちゃ色鮮やかに見れるよということなんですね。なので、ここはちょっとね、頭の記憶に残しておくといいと思います。赤と緑、ここは特に HDR 動画では鮮やかに見れますよということですね。はい。そしてもう一つ見てほしいのがこちら。はい、これですね。輝度、映像の明るさの話ですけれども、非常にこれね、わかりやすいなと思って今回紹介させていただきました。前回の動画で、HDR の動画っていうのは SDR よりも、明るい動画が撮れますよということをね、話をしたと思うんですが、これ見ていただけると非常によくわかるかなと思います。自然界の中にはですね、10のマイナス6乗から10の12乗っていうところまで明るさっていうのは実はね、ありますよと。なんですけれども、ここにおいて従来の SDR のテレビっていうのは10の3乗のところまでの明るさまでしか表現できないということなんですが、ここをぐっと広げてくれているのがこの HDR なんですね。10の5乗のところまで見れますと。正直この10の2乗の太陽の明るさっていうところを、テレビなんかで表現されてしまうと、モニターで見ちゃうともう眩しくて目がみたいなことになってしまうので、逆にデメリットなわけですね。なので正直そこまで必要ないっていうのが現状かなと思います。3000ニット、1万ニットみたいなところまで出れば、もうここまで出ればもう十分という世界なんですよね。はい。という中で、表現ができるのはこのね、従来のこの10の3乗のあたりの映像っていうものを抑えていくとなれば、正直 HDR の良さっていうことは、伝えにくいわけですよね。
ということは、せっかくなのであれば、この10の3乗から10の5乗のこの間の明るさの部分っていうところを、取ることができれば、もしくはそれよりも暗いところですよね。ここのレンジの広さっていうことが、HDR の良さなわけですから、この部分を意識をして撮影をしようとするというところ。この2点ですね。鮮やかさは赤と緑の部分、そして、明るさの部分は従来の明るさを引き上げたそのレンジの広さのところまでを取ろうとするというところ。この2つっていうところは一つね、覚えておいてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。という風なね、この2つの要素ですね、明るさとこの色っていうところを注目して撮影をするっていうところが必要というか、より HDR の撮影としては魅力が伝わるものになると思います。そんなに色域が広くなくて、そして明るさもだいたい同じくらいまとまっているとなってくると、正直 SDR で撮るのと変わらなくなってくるので、そういったことを意識する方がより HDR らしいというか魅力が伝わる映像になるというところですね。ここをねちょっと覚えておいてください。で、撮影に向かう時にですね、なかなか難しいというのが僕もいろいろと撮ってきたんですけれども、このカメラのモニターですよね。では、正しく見れないということなんですね。これがそもそも HDR で見れないというところが、大きいなということなんですね。わかりません。ひょっとすると皆さんのカメラのモニター見れるのかもしれませんが、なかなかないです。ですので、HDR としてどう撮れているんだろうということを見ようと思うと、それ専用の外部モニターを使った方がいいということですね。有名なところでいくと、1000ニット以上出す、外部モニターでいくと、アトモス社の忍者であったりとか、そして最近はですね、シンボルっていう会社のモニター、こんな感じのものですね。これらを使うというふうなことが出てくると思います。これらの外部モニターっていうのは HDR の動画を見ることができますので、実際どういうふうに撮れているのかっていうことが、見ながら撮影ができるということですね。ここ大事ですね。結構ほんまにこれは白飛びをしているのか、それとも撮れてるのか、どっちなんだろうみたいなことがもう分かんなくなってくるというところなんですよね。なので、こういった外部モニターを使うっていうところが大事かなと思います。で、いや、とはいえ、なかなかそんな高価なもの持ってないよとか、ジンバルで乗せるときに非常に重たくなるしとか、いろんな理由でこの外部モニターを使えない環境とか使いたくないっていう人もいるかもしれません。その時に助けになってくる、2つのものっていうのを、紹介しておこうと思います。それがヒストグラム、もしくはゼブラの2つです。普段もしかすると、使われている方っていうのはいるかもしれませんし、いやー、ちょっとそういえばあまり意識したことなかったなっていう方もいるかもしれませんが、この輝度を見るときに、ゼブラを使えば自分の撮ってる映像が飛んでいるのかそうじゃないのかっていうことが結構わかります。また同じくヒストグラムを使えばそこがわかります。ちょっとだけ説明をしましょう。ゼブラの場合はですね、カメラって違うので、これは本当にね、皆さんのカメラごとに何%っていうところが、飛んでるかどうかっていうところの設定はね、見た方がいいと思うんですけど、例えばこのキャノンのカメラなんかでいくと、PQ と言われる HDR 動画を撮れるというメニューの設定があるんですね。キャノンの R5 ですけれども、その状態だと HDR としての、撮影の、情報が入ってくるわけですが、飛んでるのかどうかということが分かりやすくするためにゼブラで 75% っていうところの値、70から75の値ですねというところを設定すれば、ゼブラがかかっているイコール飛んでいるなっていうことが分かります。はい。そしてまたヒストグラムなんかでいくと、端のね、右に行けば行くほど明るく、左に行けば行くほど暗い。で、完全に右側に当たってしまっているっていうことは飛んでいるということになるので、そうならないようにその間で撮影をするというところ、できるだけこの右側に寄っているような状態とか、これが広い状態の絵を探すとかっていうところが、HDR の良さを伝えるということになるのかなと思いますね。こういったゼブラやヒストグラムっていうことを使うと、外部モニターを、使わなくとも、どういったものが撮れるのかっていうことをカメラ側の機能として目視はできないんだけれども、HDR として、間違ってない撮影の方法が撮れているということがわかるということですね。
では今日のね、今の話をまとめていきたいと思います。まず、HDR としての、魅力的な映像を撮るっていう時には、色と明るさ、この2つに注目しましょうと。色の場合は赤色、そして緑の部分、他の部分もそうですけれど、かなり色鮮やかな情報で撮ることができますので、このあたり、鮮やかさっていうことを注目をしようということですね。そして明るさに関しては、100ニット以上の明るさっていうことを撮影をしていくと、より今での SDR で表現できなかった明るさっていうことが伝えられますので、そういった100ニット以上の明るさっていうことを探していきましょうということですね。そして、どういったものが撮れているのかっていうことが現場でわかるように外部モニターを使うということが一つ、もしくはそういったものがないのであれば、ゼブラ、そしてヒストグラムっていったカメラ側の機能っていうことに頼りながら、撮れているものがどういったものなのかっていうことを、しっかりと把握をしながら撮影をしていきましょうということですね。これね、結構本当に大事で、撮った素材を持って帰って編集をしている時に、全然なんかこれもっと明るく撮れたやんとか、いやこれしまった明るすぎて白飛びしちゃってるなとかっていうことに、なってしまうので、こうなって非常にね、気をつけて撮影をしてほしいなというところです。さあ、次の動画なんですけど、いわゆる編集ということの話をしていきたいと思います。撮れた素材をどんな風に編集をしていけばいいのかっていうところの話をね、していきますので、引き続き次の動画も楽しみにしてください。それではまた次の動画で会いましょう。またね。